おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はエポールダニョのデゾセを紹介したいと思います。子羊の前足のデゾセになります。それでは一緒にデゾセしていきましょう。まず今回は完全に骨を外して、その後フィッセロなどをかけてロティするように完全にデゾセしていきます。まずこの部分ですね、肩甲骨が三角形にあります。そしてこの肩甲骨の裏側というかこちら側ですねにキャレがついています。まず最初に、この今持っている部分、油がある部分ですけども、そこを落としていきます。この中ですけどもリンパ節がありますので、これロティしても美味しくないのでまず外していきます。このようにですね、まず油だけ取ってちょうど色が変わっている部分、この部分ですね、これがリンパになりますので、これを外していきます。この部分ですね、このちょっと小さいロニョンみたいな感じになっている部位、これがリンパなので、これは取り除いておきます。続いて肩甲骨を外していきます。ここが関節になってて、このように三角形になってますので、この関節の上の方から肩甲骨の上についている肉を外していきます。この今下ろしている内側ですね、裏側の部分にミ筋、牛でいうとミ筋と言われる部分ですね。フランスではパロンブと言われる部位が肩甲骨の裏にあります。まずこのように上にかぶさっている筋肉を外して関節の周りを少し切っていきます。こういうふうにですね、関節と関節の間に包丁を入れて関節を外します。このように関節の周り、一旦膜みたいな部分がきれいに切れたらですね、このようにギュッと押し広げてあります。こうするとこの内側にですね、筋がついています。筋肉の先の部分の筋ですね。これをまず切り外します。このようにきれいに外れたら、続いて布かなんかで肩甲骨の先を持って引っ張ります。そうするとこのようにきれいに剥がれます。このように下ろすことによってですね、包丁で下ろすよりもきれいに剥がれますね。これ内側、先ほど僕が包丁で下ろした部分、こちらが剥ぎ取った部分です。もちろんこの剥ぎ取った時ですけども、骨肌と言われる感じですね。筋がこう骨みたいに硬くなっている部分、この今触っている部分ですね、この部分ですが残ってしまいますので、これはきれいに取り除いていきます。あとは内側を掃除していきます。触って硬い部分、骨っぽい部分、軟骨ですね。あとは硬めの太い筋などはきれいに取っていきます。もちろん血管、余分な油、内側になる部分なのできれいに取り除いていきます。続いて二の腕の部分の骨を外していきます。筋肉をね断ち切らずに、この上にかぶさっている筋肉を外して、筋肉を切らないようにですね、骨に沿って外していきます。ここに骨が入ってますので、骨の横を切っていきます。
骨に沿ってよく切れる包丁で切っていけばきれいに切れます。あと思い切って切った方が筋肉を何ですかね、毛羽立たせなくてきれいに切れますので、よく切れる包丁を使って一気に切っていきます。よく切れない包丁だとか、こまめにちょこちょこ包丁を動かしてしまうと、筋肉の部分ですね、肉の部分がもろもろになってミンチみたいになってしまいます。ですのであんまり良くないので、よく切れる包丁で一気にですね、包丁を動かして切っていきます。やっぱそのためにもやっぱりこの筋肉と骨の感じですねは常日頃練習もしくは意識しながら下ろしながら頭の中に、インプットしておく方がより仕事が早くきれいに進むと思います。続いてすねの部分ですね。ここも筋肉をなるべく切らないようにして筋肉と筋の間に包丁を入れます。ここすね肉ですね、ジャレと言われる部分、前足の部分になります。ちょうど骨に沿いながら包丁を入れてきれいに外していきます。もちろん今回出ゾテした後の骨もしくは筋ですね、油は捨てますけども、それ以外の筋と骨は銃、フォン、ラニョを取るときに使いますので置いておきます。このように骨が入っていました。ここで再度骨の破片、軟骨などがないかチェックして大きめの筋も取り除いていきます。このポールダニョですけども、部位的には煮込みに非常に適した部位になります。ですので出ゾセが終わった後、好みのサイズに切ってナバランダニョですね、煮込みのナバランダニョ、あとはキュリーダニョ、カレー風とか、あとはミンチにしてボロニエーズみたいにして煮込んでからムサカにしてもいいですし、スープハレラというモロッコ料理に変えてもいいと思います。今回デゾッセの動画で終わりましたけども、また次回これをフィッセルするやり方ですね、フィッセルの仕方をまた紹介したいと思います。キリストンですけども、基本的にはロゼかアポワンぐらいですね。セニョンで食べることは絶対ないと思います。しかもロティした後は薄めにスライスした方が非常に美味しく食べれると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティ。